放された最弱勇者、ガチャ進化で無双の頂へ。第26話、異様な黒い鎧の魔族たち。坂本和正が立っていた。炎を思わせる赤いラインが走る黒のチュニック。肩の銀飾りには、かつて王都のこの枝が誇った炎の紋章が刻まれている。腰のマントがわずかに揺れ、燃えるような橙の刺繍がちらりと覗いた。よー、ユーマシャン。へえ、お前がこんなところで酒なんか飲んでるとはな。相変わらずお気楽なもんな。不敵な笑みとともに、炎のような眼差しが射抜いてくる。別にいいだろ。相変わらずだな。その隣には、青山美咲が静かに立っていた。淡い青と白のローブが波のように揺れ、首元で水滴型の魔道具がほのかに光る。彼女が歩を進めるたびに、裾のスリットから覗く青いハイブーツが、音もなく床を撫でた。ちょっとカスマさん、そういう言い方しなくてもいいでしょ。落ち着いた声。彼女の指先には、水の粒が淡くきらめき、冷たい静けさが辺りを包む。まあ、そういうことにしとくか。どうせお前にできることなんて、せいぜい雑用くらいだしな。最後に現れたのは、高橋健吾だった。青銅色の鎧が色光を反射し、胸部の錬金紋章が鈍く光る。腕を組んだ姿から漂う圧は、まさに壁。その動きには無駄がなかった。まあ、座れよと健吾が誘った。低く響く声で椅子を指し示すと、鎧の継ぎ目が小さくなる。その重厚な鎧の存在感と、手にした巨大盾の威圧感に、ユーマは無言で圧倒された。ああ、ユーマは、ほぼ空になったグラスに指をかけながら、彼らを順に見た。かつては共に勇者として召喚された同胞。だが、今はそれぞれの道を歩いている。カズマサ、ミサキ、ケンを名を呼ぶと、カズマサは肩をすくめて笑った。へえ、まだ名前覚えてんだ。にしても、こんなところで何してるんだ。まさか、まだ旅人のままってわけじゃないよな。一心の態度は白で出会った時から変わらない。今は自分の道を歩いてるよ。ユーマがそう答えると、カズマサは鼻で笑った。おお、自分の道ね。どうせ大した道じゃないんだろう。ユーマが何か言い返そうとした時、ミサキが間に入った。ぴょっと。一心、ローブの裾を軽やかに揺らす立ち姿は、静かながらも圧倒的な魅力を放っていた。別に本当のことを言っただけだろう。カズマサは軽く手を振る。その動きに、赤い炎の光がカゴシから揺らめき、剣士としての鋭さを際立たせた。それに、今さらユーマが何をやってようが、俺たちの任務には関係ねえしな。任務、ユーマが問い返すと、ケンゴが口を開いた。ああ、俺たち明日、黒縁の城の偵察任務に行くことになってるんだ。黒縁の城、ユーマは、さっと聞いたばかりの情報を思い出す。あそこは今、魔王軍の幹部クラスが集まってるって話だ。無茶じゃないのか。お前に心配されるほど俺たちは弱くねえよ。カズマサは嘲笑うように言った。お前がどうやってここまで来たのかは知らねえが、俺たちはずっと戦い続けてきたんだ。魔王軍の本拠地に乗り込むために、力を磨いてきた。ユーマは言葉を飲み込む。一心の言う通り、彼らはこの異世界で勇者として戦い続けてきた。彼らの強さは疑いようがない。でも、今回の偵察は、ちょっと危険かもしれないわね。ミサキが少し不安そうに言う。最近、城の周辺で魔族が異常に増えてるって話があるの。普通の魔族じゃなくて、なんかこうもっと不気味な感じの。確かに、慎重に動かないとヤバいかもしれねえな。ケンゴも腕を組んでうなずく。だったら、あまり無理はしないでくれよ。ユーマがそう言うと、カズマサが嘲笑するように口を開いた。おいおい、何言ってんだ。
心には届かない。まあ、せいぜいのんびりしてろよ。俺たちのやるべくことをやるからな。カスマサはそう言い残し、ミサクとケンゴを連れて酒場を出て行った。ユーマは静かにグラスを見つめる。変わってないな、カスマサは。にゃー。ふと、リーナが隣で不満そうに頬を膨らませていた。なんだよ、ユーマは怒らないのかにゃー。あんな風に言われたのに、別にいいさ。あいつは前からああいうやつだからな。ユーマは苦笑し、残りの酒を飲み干した。ただ、明日の偵察任務、黒縁の城には恐ろしいものが潜んでいるような気がしてならない。ユーマは胸騒ぎを覚えながら、グラスを静かに置いた。翌日、なんでこんなに数が、一陣の叫び声が響く。黒縁の城の近く、荒れ果てた平原の上で、カスマサ、ミサキ、ケンゴの3人は絶望的な状況に追い込まれていた。振り返れば、仲間の部隊も次々と倒れ、ほぼ壊滅状態だった。彼らの前に広がるのは、無数の魔物の大群。それだけではない。おい、あれを見ろ。ケンゴが震える声で指をさす。そこに立っていたのは、異様な雰囲気を放つ黒い鎧の魔族たち。何よ。あれ、ミサキが息を飲む。その黒鎧の兵士たちの動きは妙だった。まるで人間のような。それでいて人間ではないような。不気味な違和感を覚える。面倒なことになったな。カスマサが歯を食いしばりながら剣を構える。しかし、敵の数はあまりにも多すぎる。その時、遠くの丘の上で、ユーマはその光景を見下ろしていた。やっぱりな。彼は静かに息を吐き、リーナと視線を交わす。ユーマ、行くのを、ああさすがに、ほっとけねえ。ユーマは腰の武器に手をかけ、そっと握りしめた。さて俺は俺のやり方で、やらせてもらうか。そうつぶやくと、静かに駆け出した。剣撃の音が響き、魔物たちの方向が大地を揺るがす。一員たちは必死に剣を振るい、猛攻をしのいでいたが、その数は減るどころか増していくばかりだった。数が多すぎる。カスマサが苦々しくつぶやきながら剣を払う。だが、一体倒せば、すぐに別の魔物がその隙間を埋めるように迫ってきた。ミサキの放つ水魔法が魔物たちをなぎ払い、ケンゴの錬金術で強化された盾が攻撃を防ぐも、敵の波状攻撃は止まらない。そして、ケンゴが叫び声を上げ、膝をついた。ケンゴ、ミサキが叫ぶ。彼の足元には、魔族の放った矢が突き刺さっていた。赤黒い毒が血に混ざり、じわじわと広がっていく。毒か。ケンゴが息を荒くしながら矢を吹き抜こうとするが、すでに指先がしびれて動かない。カスマサが魔物を切り伏せながら叫ぶ。ミサキ、なんとかしろ。無理よ。私の魔法じゃ毒は消せない。焦げるミサキの目の前で、魔物たちがさらなる猛攻を仕掛けようとしていた。その刹那、瞬、何かが空を切り裂き、次の瞬間、毒矢を放った魔族の幹部が胸を貫かれた。何？ミサキが振り返ると、そこにいたのは、ユーマ。続く、次回。第27話、烈光の壁と炎